の本は。どれどれ、タイトルは支配者の資格。まぐれで成功したやつが自分の妄想を書いた自己啓発本か。ゴミだな。エリアスの主。エリアスの主になったと。どうやって。一体何ページに書いてあるんだ。前の方かな。隠された6つのお宝か。それを全て集めたらみんなを従わせられるということか。軟弱な奴らの事情なんて知ったことじゃない。これを機に弱い奴らをみんな倒してエイリアスの主になってやる。当たり前だ。俺は生まれた時からエリアスタンスの隊長になる運命だったんだからな。俺がリーダーになったらまずエリアスタンスって名前に変えてやる。弱者は強者に従うのが当然だからな。殴って戦ってとりあえず奪ってやる。どうせ俺がエイリアスの主になれば罪に問われることはない。剣聖ティグの登場。なぜだ。なぜなんだ。なぜみんな俺を獣人の支配者として認めてくれないんだ。ディアナなんてもう力もまともに使えない老いぼれなのに。獣人の支配者があんなざまだからみんなが俺たちを舐めてるんだろ。村長さんは支配者じゃなくて村長なんだけど。うるさいぞベニー。言葉が違うだけで意味は同じだ。そうなのか。やっぱりイメージの問題みたいだよ。隊長のイメージを改善するために宣伝しなきゃいけないのだ。イメージ？今の俺のイメージってどんな感じなんだ？ほとんどの住民にとって隊長はディアナの顔色を伺うだけの見習いってとこなのだ。なんだと、もういっぺん言ってみろ。やめて、殴らないでよ。隊長が怒った。遊びの時間は終わりだ。逃げるよルポ。待ち上がれ。どうしてみんな俺の夢を理解してくれないんだ。獣人を偉大な存在にしたいというこの俺の大いなる野望を、このままじゃ支配者どころかダメな無職と同じじゃないか。無職の王になる前に何か方法を見つけなければ。おいレポ、何かいい考えは。そういえば逃げられたんだった。つい興奮して殴りすぎたか。いや、俺をバカにしたあいつが悪い。謝りに来るまで剣術の修行でもしよう。この前こうやって剣を振り回した時、あの老いぼれに腕をつかまれたっけ。両手に剣を握って振り回せばダメージを与えられるか。やっぱり1本より2本の方がいいかな。やめろって何を。だからさっきから何なんだ。でおい、誰だお前は。エリアスの牽制を相手に気配を悟られず近づくなんて大したやつだな。姿を現せ。なんだと。これは何の魔法だ。頭がクラクラする。
目も回って、うい、やめろ。あ、はーい、俺のことを知ってるのか？確かに俺は強いんがな。なんだと？さっさと姿を現せ。そしてこの魔法は解き上がれ。くっさ。なりたい。眩しい。一体何なんだ。ここはどこだ？森の中にこんな場所があったのか？初めて来たが。この本は、おお、剣術の奥義が記してある秘伝書なのか？そうだ、ルポがいつも読んでいた本だとこんな風に主人公が強くなっていってたな。どれどれ、タイトルは支配者の資格？まぐれで成功したやつが自分の妄想を書いた自己啓発本か？ゴミだな。なんだ？だくめんどくせえな。何をさせたいんだ？耳が痛い。読めばいいんだろ。上昇。なんかめんどくさいしスルーしよっと。まあ途中から読んで、前の内容は想像に任せればいいかな。エーリアスの主。エーリアスの主になっただと？どうやって？ったく、一体何ページに書いてあるんだ？前の方か？宝？お宝があるのか？何ページに書いてある？一つ目はどこに書いてあるんだ？ティグじゃない。こんなところで本なんか読んでどうしたの？妖精の女王、どうしてお前がここに？あなたこそどうしてここに？家出の旅に来るこの隠れ家は私以外は誰も知らないはずなのに。もしかしてあなたも道に迷った？道に迷っただと？私が初めてここに来たのは道に迷ったのがきっかけだったから。ここで1週間も飢えながら泣いていたけど、やっとの思いで脱出できたの。一体どうやったら道に迷うんだ？天に伸びている世界樹をめがけて歩けば妖精王国だろ？なるほど。そんな方法があったなんて。次はそうしよう。それはそうと、何をそんなに熱心に読んでいるの？本が嫌いじゃないんだ。俺だけで読むんだ。あっち行け。哀悼する希望の王冠？何か知っているのか？どこかで聞いたことがあるような。そうそう、これだ、これ。これって？私がかぶっているこれのことよ。これの名前が希望の王冠なの。戴冠式でネルにかぶせてもらった時に言われたのよ。本来はもっと長い名前だって。もしかしてこれの正式な名前が哀悼する希望の王冠なんじゃない？ちょっと待ってくれ。
そうらしいな。これが伝説のお宝なのか？俺の好みじゃないんだ。すごい力があるなら仕方ない。何をボソボソ言ってるの？気持ち悪い。おい、それをよこせ。何を？お前がかぶっているその王冠だ。嫌よ。これをなくしたらネルにものすごく叱られるんだから。お前の言い分なんてどうだっていいんだよ、このバカ女王。お前みたいな弱いやつから王冠を奪うなんて簡単だ。やめてよ。とっととよこせ。王冠の力は俺の方がもっとうまく使える。何言ってるのよ。この王冠にそんな力はないわ。本当にそんな力があったならこんな目に遭ってないでしょ。そもそもの能力が足りないから力を使えてないんだ。ルポから聞いた話にもあったぞ。魔法の指輪も大したことないやつがはめれば透明になることくらいしかできないってな。変な話ばっかり拾ってきて。怒るわよ。いいの？私は道に迷って1時間も何も口にしていないんだから。痛い。息ができない。空腹で神経質になっているところに面倒をかけないでよね。あいつこんなに強かったか。見た目は弱そうなのになんてパンチだ。俺に勝てるのか。力だけならディアナより強そうだが。なんで睨むの？まだやる気？また殴られたいの？くそムカつく。あんなバカに負けるなんて。この屈辱許せない。牽制の力を見せてやる。弾いたこと？痛いじゃない。頭にタンコブができちゃう。教師にいつもげんこつされるのも悔しいのに許さないわよ。そっちがそのつもりなら。おい、ちょっと待ってくれ。喧嘩を売るときは相手をよく選ぶことね。この前はアニマル缶を食べて本調子じゃなかったけど私はこれでも女王なんだからね。そんなバまったく、あなたのことは前から気に入らなかったのよね。いつも変なことばかりブツブツと。空腹だから最小限の動きで済ませたかったのに無駄に汗をかいたせいでお腹が空いちゃったじゃない。普段は運動エネルギーを最小限に抑えていたということは、これが本来の力なのか。また独り言を言ってるの？この空腹はどうしてくれるのよ。力で勝てないなら知恵で勝つしかないってルポが言ってたな。妖精の女王の力をなめていたがバカには違いないし、もしかすると。おい、食べ物を持っているんだ。その王冠を見せてもらえないか。食べ物があるの？もしかしてケーキとか？肉の木から取った肉を乾燥させた非常食だ。肉？それって変な名前だから食べたくないんだけど。ちょうだい。とりあえず何か口に入れないと。王冠を見せてくれるって約束は。まあ
空腹でいるよりはマシか。ちょっと貸してあげるだけよ。わかった？お一つ目のお宝ゲットだ。あーばよ、この間抜け。ちょっと待ちなさい。逃げるな。ネルに怒られたくないんだってば。ねえ。そんなの俺の知ったこっちゃねー。見事に妖精のやつから王冠を奪ったぜ。思ったより強くて苦戦したが、俺が負ける姿を見られなくてよかった。さて、それじゃあ2つ目のお宝は何なのか見てみよう。異邦人？異邦人か。確かボッチのディアナがエルフたちを異邦人って呼んでたな。エルフのやつらが使う弓のようなものといえば、お前たちたるんでいるぞ。射撃で落ちたライトキャノンのカートリッジは必ず拾うようにといつも言っているだろう。すみません。エリアスでは資源調達が難しい。リサイクルしなければならないんだ。申し訳ありません、隊長。まったく、空の薬莢の回収機は常時つけておけといつも言っているのに。ここだな。エルフたちの訓練ルーティンを事前に把握しておいて助かったぜ。隊長、いくら探しても見つかりません。損失申告しちゃダメですか？そんなことをしたら書殿に何を言われるか。まったく、私が休暇を返上してまでお前たちと一緒に探してやっているのが見えないのか？今日はゲームセンターで大会が開かれる日だったのに。午後からでも休暇を取れるように血眼になって探せ。わかりました。よく見るとエルフのやつらの数が思ったより多いぞ。こんな時にルポやベニーがいたらおとり作戦が使えたのに。なんでいつも必要な時にいないんだ？とにかく真っ向勝負は厳しそうだし、盗むしか方法はなさそうだが、チャンスを狙って。盗むものは何でもいいのか？せっかくなら大きいものがいいな。そうそう、もう少しそのまま伏せていろ。隊長、空の薬莢を見つけました。おお、本当か？急に振り向くからバレるところだった。なんだ？後ろに何かいたような。風だったか。まったく、エイリアスの精霊たちは無駄に存在感があるんだよな。エルフなんて耳がでかいだけで鈍い連中だぜ。よかった。なんとか午前中に見つけられたから昼食をとって出発すれば間に合いそうだな。また町に侵入してきた獣人たちが持ち去ったんじゃないかと心配したよ。獣人たちが空の薬莢を？どうしてですか？あいつらは文明レベルが低いからキラキラするものに目がないんだ。高そうに見えるものは拾って家に飾る習性があるらしい。なんだと？しかし、獣人たちはゴミ捨て場だけで活動しているのでは？いつもゴミ捨て場で何かを拾っている連中だぞ。空の薬莢だって拾うかもしれないだろ。あいつら獣人を侮辱するなんて性格の悪いエルフどもめ。
ベニー、ルポ、コニー、他にも多くの連中が何かを拾い集めてるのは事実だが俺の目の前で侮辱するなんて許せん。妖精の女王に敗れた後、少し慎重になろうとした俺が間違いだった。あそこまで言われてこっそり盗むなんて臆病者のやることだ。正々堂々と奪い取ってやる。おい、ここで一番強いエルフはどいつだ。出てこい。誰だ、こんな大声で叫んでいるのは。獣人だ。あいつは指名手配中の虎の獣人か。反アニマル感染線とかいうゴロつき集団のリーダーじゃないか。名前は確かティガだったか。ティーグだ。お前の武器を渡してもらおう。さっさとよこせ。は？この銃を？今のは聞き間違いか？そんなに細長い耳がついてるくせに聞こえないのか。なんだと？半人前の獣のくせに。無駄口を叩く暇があるならさっさとかかってこい。隊長、当分は獣人たちとの戦いは避けるようにと市長様から。そんなことは分かっている。逃げるのか。上層部の命令に従うだけの臆病者だったとはな。うちの村にもそういうやつがいるぞ。何を？バターという雑魚さ。言うことをよく聞く犬なんだ。急に同族をバカにした。これからお前の名前はバターだ。分かったか。髪もちょうどバター色だしな。隊長、あんなことを言われても黙っているしかないんですか。市長殿から争いを止められているんだぞ。悔しいがなあ獣人、これがそんなに欲しいのか。なら拾ってみな。なんだと。戦えないならバカにしてやり返すしかない。貴様ら獣人がいつもしているように地面に落ちたものを拾ってみろ。ティグ、獣人の中でも特にプライドが高いやつだ。貴様の情報なんてすでにうちの最新型 AI で把握済みだぞ。ルポが言ってた。主人公は最初は惨めなものなのだ。成長してから全部やり返せばいいのだってな。隊長、空の薬莢より大切なものを失ったようですが。おい待て。モナティアムの AI が出した情報と違うぞ。まさかそんなことが。二つ目のお宝だ。王冠と弓も手に入れたし、かなり順調だな。この調子なら俺がエリアスの支配者になるのも時間の問題だぜ。さて次は何だろう。なんて長い名前なんだ。炎の石の剣？ただの燃える剣かな。火をまとった剣か。どこかで見たことあるような。そうだ、精霊連中のうちの一体が持っていた気がする。精霊の山って確かこの辺りだったよな。それで俺の剣が必要だって？
そうだ、お前の剣と他のお宝を手に入れたら女王だろうが教主だろうが全員押しのけて俺がエリアスの主になれるんだ。そして俺と力を合わせて厄介なエルフの町を灰にしよう。別にそんなことしたくないんだけど。なんだと？エルフが嫌いじゃなかったのか？別に気に入ってるわけじゃないが、教師に仲裁してもらってからはおとなしく自分のエリアを守るようシーラに言われたんだ。このビビリの火の精霊が風の精霊の言いなりになってる情けないやつめ。なんだと？もう一度言ってみろ。俺を挑発してんのか？若造のくせに古代からエイリアスを守護してきた精霊に対してなんて口の利き方だ。どうしてあの風の精霊の言いなりになるんだよ。エルフが気に入らないなら好きなように攻め込めばいいじゃないか。これだから世間知らずの若造は空気を読みながらほどほどに怒らないと損するだけだ。つまらん、年寄り臭いこと言いやがって。みんなディアナババアと同じことを言いやがる。俺はどんな手を使ってでも必ずお前の剣をいただくぞ。ああ、うるさいな。でかい声出しやがって。獣人の森の方から毎日聞こえる騒音の犯人はお前だったのか。炎の剣をよこしやがれ。めんどくさいやつだな。何を言っても無駄なようだ。それじゃあ俺と賭けをしないか？勝てばこの剣をやろう。賭け？ゲームなら俺はいつもルポとやっている。賭けなら自信があるんだ。何でもござれだ。俺と大食い対決をしよう。大食い？なんだ？お前も妖精の女王やベニーみたいな食いしん坊なのか？まあそう思う者もいるかもな。ベニーほどではないが食べることなら俺も負けてないぜ。いいだろ、どっちが勝つか勝負だ。いいぞいいぞ。勝負はお互いが納得できるもので1回、それぞれ自信のあるもので1回ずつ、合計3回の勝負を行う。とりあえず始めるか？最初の勝負は目の前の肉を食べ尽くすことだ。肉ならお前も問題ないだろ？よし、毎日食べているものだしこれくらいどうってことない。制限時間はない。ただ食べるだけでいいんだ。それじゃあ始めるぞ。腹が減ってたからちょうどいい。タラ飯も食えるし楽勝だぜ。ああ、その調子だ。次の勝負は薪を食べる。目の前に用意された山積みの薪をすべて食い尽くす。時間制限なしだ。なんだと？こんなの食い物じゃないだろ。俺は食い物の大食い勝負だと言った覚えはないぞ。それに俺が自信のあるものを選んだんだ。文句なしに食べてもらう。卑怯な精霊め。こんなものどうやって食べればいいんだ。たまに芝生を食うことはあるけどこれは硬すぎる。降参か？感じの悪い精霊め。わざとこんなものを選んで俺に勝つつもりなのか？俺が不利になるように曖昧な条件を出しやがって。きっと最後に俺が選ぶ食い物も全て焼いて食べ尽くすに違いない。どうすればいい？この俺を騙しやがって。このことは忘れない。
水？最後の勝負は。おい、次は俺が選ぶ番だろ。そうだな、俺の勝ちに変わりないが。じゃあ、あの湖の水を半分ずつ飲むことにしよう。なんだと？湖に入って水がなくなるまで飲み干すんだ。そんなことをすれば俺が、いや、ナイアが怒るぞ。俺はルール通りに選んだんだぞ。勝負を降りるのか？降りるわけじゃないが。なら黙ってさっさと入れ。入ればいいんだろ。冷たすぎる。おい、勝負なのになんでお前は入らないんだ。やる前から勝ったも同然の勝負だからな。主人公の勝利は運命で決まっているんだ。このチンチクリンの獣人野郎、俺は泳げないんだ。火が消えちまう。3つ目のお宝、見事に手に入れたぜ。あっちだ。上位精霊を倒したやつはあっちに行ったぞ。言ったか。火の精霊どもめ、隊長が勝負に負けたからって俺に復讐しようとするとは。負けを受け入れられない心が狭いやつらだな。周りが騒がしいし、どこか身を隠す場所を見つけないと。ああ、あそこが良さそうだな。今開けますね。どちら様ですか？通りすがりのティグだ。ティグがネルの家に何のご用ですか？遠いところまで来られましたね。少し身を隠す場所が必要なんだ。入るぞ。いや、入っていいとは言ってな。扉を開けたなら入っていいと言ってるようなもんだろ。どけ。勝手にネルの家に上がり込んで無礼なお客様ですね。いつまでいるつもりですか？俺の気分次第だ。俺は痛いだけいて帰りたい時に帰る。分かったか？ネルは機嫌が悪いです。どれどれ、安全な場所だし4つ目のお宝のありかがどこか調べるか。衣？着るだと？服のようなものか？闇の精霊って洞窟の精霊かな？闇の精は私たち幽霊のことですよ。昔々は私たちのことをそう呼んだんです。でもつまらない名前だからってシェイディ様が幽霊って名前に変えました。つまり幽霊の服を手に入れる必要があるってことか？お前たちがその闇のせいだって？はい。お前も服を着ているな。はい。脱げ。はい。いきなりどうしてですか？それを手に入れないと俺はエリアスの主になれない。嘘はやめてください。服一着で世界の主になれるわけがありません。本にそう書いてあるんだよ。6つのお宝を手に入れれば主になれるって。世界の主になるなら各エリアのボスたちと対マンして一人ずつひざまずかせないと。宝物を集めたくらいでいきなり主になんてなれるわけありません。まあよく考えたらその通りのようだが。
古い記憶の中に似たようなことをした何者かがいた気がします。その時のスピッキーはまだ幼い幽霊だったので、何が何だかよくわからなかったんですが。だけど、その何者かの結末はあまり良くなかった気がします。ぼんやりと、おぼろげな幽霊って感じでしょうか。各エリアのボスと対マンか。妖精の女王、前回は調子が悪くて負けたけど、ちょっと休めば問題ない。ディアナ、あいつがもっと年を取って弱ってからぶちのめすつもりだったんだ。コーヒー中毒のエルフ野郎は部下が多いから反アニマル感染線と一緒に根底から揺るがさないといけないし、精霊のボスは4体もいるからめんどくさい。頭が混乱する。こういうのは単純に見えて実際にやるとなると複雑なんだよ。世界の主になるのは簡単なことではありません。シェイディ様もいつも口ばかりで、ちゃんと成功することはほとんどないくらいですから。地下の竜族のボスと戦うためには全員一体ずつ倒す必要がありますし、魔女の女王は魔法の達人だと聞きました。手強い相手ですよ。めんどくさい。俺はあの本に書いてある通りにやる。だからさっさと脱げ。幽霊はスピッキーだけじゃないですよ。どうしてスピッキーなんですか？隣には SP が住んでいるし、向かいにだってアリスが住んでいるのに。今俺の前にいる幽霊はお前だからな。わざわざ他のやつの家に行く必要はないだろ。話が通じない。スピッキーじゃない、ネルの家に勝手に上がり込んであれこれ出せだなんて。扉を開けて招待したのはお前だろ。今さら何を言ってるんだ。あなたどうかしてますよ。ネルはおかしくなりそうです。獣人には他人の家に招待されたら手土産と食事を振る舞われる習慣がある。そんな習慣もないなんて幽霊ってのは野蛮だな。だからせめてその服をよこしやがれ。ひどすぎる。頑固で無茶ぶりする獣人です。だけどネルの服はスピッキーが一生懸命作ったものなのに。それじゃあこうするのはどうですか？なんだ？スピッキーが新しい服を作ればいいんです。スピッキーが作ったネルの服を見てください。スピッキーは服作りが上手なんですよ。妖精王国に暮らすあの仕立て屋みたいなものか？ミシンのようなものは見えないが。伝説のお宝なんですから、伝説のミシンで作らなきゃ。おほー。目に見えない透明のミシンで見えない透明の幽霊の服を作ってあげます。それは明暗じゃないか。ちょっと待っててください。スピッキーはすぐに仕立てられますから。透明な服ですから作るところは見せられませんよ。作るところも透明に公開すべきじゃないのか？どうでもいいところに的確なツッコミを入れるのはあなたのキャラに合わないと思います。そうか。まあいいや、分かったからさっさと作れ。じゃじゃーん、完成しました。待て、部屋に出入りしただけだろ。本当に作ったのか？伝説の服ですから伝説的な方にしか見えませんよ。まさか
ティグ様は伝説的な方ではないから見えないのでしょうか。見えてるよ。戦士を象徴する力強い肩飾りが一番気に入った。でしょでしょ。腰に飾られた華やかな世界樹の模様が見えますか。これはスティッキーの傑作なんです。よし、これを切るとしよう。まず腕を通して。ワンピースのようなものなので下から頭を入れないと。なるほど。それじゃあ頭から入れて。これでよしっと。ティグ様は幽霊の服を手に入れました。どうか伝説的なバカになってくださいね。おい、伝説的なバカに。なんだって？伝説的なリーダーです。魔女の縄か。魔女の女王が使ったってことはあいつが持っているだろうな。クリックル様、女王様に会わせろと広場で暴れている者がいましたので連れてきました。素直に捕まってやったんだぞ。こうすれば一発でボスに会えるからな。なんだ、地上を這い回る半獣じゃない。なんだとこの野郎。どうして女王様に会いたいの？お前みたいな手下に興味はない。直接話すから女王を連れてこい。ほほ、なんて強がりなやつなのかしら。女王様は簡単に会えるお方じゃないわ。妖精たちは会ってくれたぞ。妖精と魔女では上下関係のレベルが違うの。地上のケムクジャラの分際で気軽に女王様への謁見を要請するなんて。女王様はお忙しいお方よ。用があるなら私に言いなさい。女王様にお伝えする価値があるかどうか先に判断させてもらうわ。嫌なんだけど。女王、今ここへカモン。地上の連中って本当に無礼ね。そもそもあなたみたいなやつの話なんて聞きたくないわ。きっとくだらない話に違いない。さっさと追い払いなさい。魔女どもめ、お高く止まりやがって調子に乗りすぎだ。女王の住む宮殿へ潜入するしかないか。縄を手に入れるだけでいいのに。おやおや、久しぶりだな。女王の座でも狙っているのか？あ？それなら俺が手を貸してもいいぜ。誰だ？俺のことを知ってるのか？こんなみすぼらしいホームレスみたいな知り合いはいないぞ。みすぼらしいホームレスだと？書と権力争いに負けてのんびり散歩していただけだ。とにかくこの地下がどういう世界がよく分かっていないようだが、魔女の女王になれるのは魔女だけだ。俺が女王になるのに協力してくれたらあんたの願いを叶えてやる。どうだ、俺と手を組まないか？なんだよその目は。縄。よく考えたら縄の材料は紙だった気がする。髪が長い獣人は自分の髪を切って縄を作ってたな。なんだ急にそれがどうした？あんた正気か？魔女の髪、縄、いいんじゃないか。
女王になりたいやつのならいつかは女王になるんだろうし、いずれこの俺がエリアスの主になる運命のようにな。いきなり髪を掴むんじゃねえ。これ切るぞ。あんた正気か。おい離せ。本当に切りやがったこの怒り野郎。もう少し長いといいんだが。おい、反対側も出せ。近寄るな。許さねえ。俺の髪を返せ。接着剤を使えばなんとかなるかもしれない。俺の髪が。さっきは素直にくれたのに、なんで今度は抵抗するんだ。やっぱり魔女どもは何を考えているかわからない策士だな。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。片付きがないなら殴り倒してでも取り返してやる。なんだ、やろうってのかい。この間はいきなり強くなったやつのせいで活躍できなかったか。お前みたいな雑魚は。こんなやつ一発で十分だぜ。こいつ獣人のくせになんて強い。俺は獣人を超えエイリアスの主になる存在だ。ティグ、この名前をよく覚えとけ。わかったか。こんな強さを持ったやつがどうして地下まで降りて髪を切っているんだ。大したことないやつだと思ったのに。さあ次は反対側の髪は。弱い者は強い者に尽くすべきだ。これは当然の世界のルールだから泣かずに受け入れてもらうぞ。それじゃあ俺がエイリアスの主になった後でまた会おう。覚えておけ、この獣人め絶対に忘れねえからな。全然怖くない言葉だな。典型的な敗北者のセリフだ。今日は天気もいいし平和ですね。ティグの姿が数日前から見えないけれど、それでかね。またどこかで問題を起こしてなきゃいいけども。村長さん。バターかい？どうしたの？ティグがまた変なことをしているみたいです。村長さんを出せって。なんですって？ディアナ、俺が戻ってきたぜ。こら、耳が痛いじゃないか。今度は何を企んでいるの？杖を出せ。どうして私の杖を？本に書いてあったんだ。6つ目の最後のお宝は名目した啓発の杖。どう考えてもババアが持ち歩いている杖のことじゃねえか。何を言って。これは裏山で拾ったただの木の棒で作った。村長さん。あ？どうやらティグはルポと何かの遊びをしているみたいです。前にゲームをしていた時に聞いたことのある変な言葉です。ただ遊んでいるだけなのかい？まあ欲しければ持っていきなさい。遊びが終わったら返しなさいね。
お宝を渡すなんてやっぱり弱っちいやつだったね。ほら、今のは失礼でしょ。覚えてろよババア。俺が主になったらまずお前を老人ホームに送り込んでやるからな。よし、本に書いてある通り6つのお宝をすべて集めた。これからどうするんだ？俺は最初に読んだ部分じゃないか。少し後ろの方をめくって、すべてを身につけた後、祭壇に上がって「俺がエイリアスの主だ」と叫べばいいのか？3回？分かった。3回叫べばいいんだな。これでエリアスタンスの隊長になるんだ。俺はエイリアスの主だ。俺はエイリアスの主だ。エイリアスの主はこの俺だぜ。この私がエイリアスの主。なんと間抜けなやつだ。欲望のため私の指示通りに動くとは。無駄に強靭な貴様の体は私がありがたく使わせてもらおう。少し慣れればこの体が持つ武力と私の知恵で真の主になれるはず。まあ一応約束は守ったぞ。さあ、それでは以前から計画していたエイリアス大戦争を始めるとするか。関節が。どういうことだ。間違いなく儀式通りに体を乗っ取ったはずなのに。腕が動かない。なぜだ。なんだこれは。これは本物の宝ではない。王冠と剣は本物だが他のは全てゴミじゃないか。しかも服を着ていないだと。この間抜け。一体何を手に入れたんだ。エイリアスの主だぞ。憑依もうまくいかず意識も残っているなんて。この瞬間をずっと待ち望んでいたのに。このまま消えるわけには。復讐しなければいけないのに。消えたくない。頭が。一体どうなったんだ。いきなり意識が飛んだけど。夜？一体どのくらい気絶していたんだ。俺はエイリアスの主になれたのか。村に行って確かめないと。みんなが俺をご主人様と呼んでペコペコするに違いない。隊長、やっと見つけたのだ。ルポ、ベニー。一体どこにいたんですか。ずっと探してたんですよ。ルポ、ベニー、俺は何に見える？ま
何を言ってるんですか？隊長でしょ。そうだな。俺から逃げていた奴らが再び俺のことを隊長と呼んでいる。成功ですこらティグ。なんだ、なぜ村長は俺をコラと呼ぶんだ。俺はご主人様だぞ。バカを言うのもいい加減にしなさい。まったく。なんで殴るんだよ。なんか変だぞ。あなたって子はまた問題を起こして全て知っていますよ。皆さんに許してもらえるまで謝りなさい。何を言ってるんだ。俺は問題なんか起こしてない。英雄の冒険をしてたんだ。私の後ろにいる皆さんが見えないかね。ここ数日そなたがあちこちで暴れ回りながら物を取っていったとお怒りですよ。はあ、なんだよ。俺は取ってない。みんな自分から渡してくれたんだぞ。なのにどうして今さらそんなことを言うんだ。いいからおとなしく返しなさい。それに私の杖もですよ。そうだよ隊長。なんであんなことしたんです。私たちにも雷が落ちるところだったよ。レポ、ベリー、反アニマル感染戦退却だ。作戦失敗、作戦失敗。どうして私たちまで。隊長が言うから一緒に逃げないといけないのだ。それが反アニマル感染戦だから。黙ってさっさとついてこい。